あと考えてばっかりもんじゃねえだろ、あんなもん。いつもどれくらいやってんのあれ。はーい、それじゃあ格闘実技始めるぞ。みんな席つけ。よし、じゃあゴーグルつけて。ゲームばっかしてても意味なんてない。そう言われた時代は終わった。格闘ゲームが社会的地位を決める。それがこの世界のルールだ。強いとかの事件じゃねえって。しんくんの連勝記録1251回。マジで V のクラッシュのプロいけんじゃねえ。よっしゃー普段どんな練習してんだよ。練習？してないよ、そんな。何それ。ゲームなんて所詮遊びじゃん。ねえ、瞳子って硬直短い分攻め継続むずくない？どうやって継続してるの？あの連携ステージ外でも補正切ってたよね。狙ってやってる？教えてよ。気になる気になる。狙ってるとかじゃなくて普通にできない。できないよ。できるから聞いてるんだよ。感覚でしょ。おかえり。今日の実践試合はどうだった？別にいつも通り楽勝だったけど。シンは本当にすごいね。うちの自慢の息子ね。やめてよ、大げさだよ。ただ遊んでるだけだよ。ねえ、今度の学校対抗試合も代表で出るんでしょ？他の学校の先輩たちに勝てそう？どうだろうね。俺まだ1年だし、クラブチームに入ってる人もいるからね。勝てたらラッキーって感じかな。秋、その学校の名誉を背負って挑む格闘ゲーム V ノードクラッシュの学校対抗大会。もう勝ち残ってるのはお前だけだ。頼んだぞ神谷。負けないっすよ先生。1年で代表になるのってすごいよな。そもそも1年が代表になるの初めてらしいよ。すげえな。決勝の相手は指導？聞いたことないな。誰が来ても一緒じゃないですか。はあ、まったくお前はちゃんと相手の得意なキャラとか対策するのが普通なんだよ。考えない方がうまくいくんすよね。学校名すら載ってないですけど、誰なんですかこいつ。謎の匿名高校生プレイヤーってか、何にも情報がないな。まあやることは同じなんで勝つだけです。お前が負けるなんて思ってないけどな。何秒で KO か予想しよう。あいつはきっと勝てる。負けるわけないっしょ。今回も余裕でしょ。見たことないし。いや負けるとこ想像つかないわ。強くてもちろん負けるわけない。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 真の試合始まるぞ。負けるわけない。負けるわけない。
負けるわけない。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 いやー惜しかったな。まあまた来年だな。プロにだってたまには負ける時があるんだよ。気にすんな。な勝負やった。期待してたのに。でも緊張して少し動き硬くなかった。油断したとかどうされてたよね。隙があったんだね。次の授業なんだっけ？次は新しいキャラ作ろうか。シン大丈夫？たまたまだよね。もういい。その日から俺はゲームをやめた。繰り返すぞ。志望校合格で一番大事なことは濃度との連携率だ。コンボ精度、フレーム理解度、シンク深度、これら全てが実力として見られる。そのために必要なのは毎日の練習で。それじゃあ実習を始めるぞ。今日の課題は差し合いからの確定反撃。各自相手の攻撃の癖を読み取るところから始めろよ。それじゃあゴーグルつけて。始め。シン入るよ。シン、ゲームはどうしちゃったの？あんなに強かったのにもうやらないの？隣のクラスの山下さんのお母さんがね、そろそろ入試模擬バトルに申し込まないとって。うるさいな、ほっといてくれよ。
俺はもうゲームしないって決めた。ちょっとジン。とことんついてねえな。自分と一度勝負してくれ。見ればわかる。V ノードクラッシュプレイヤーだろ。俺と勝負しろ。嫌だね。格ゲーの才能なんてないし、好きじゃないし。一度でいい。やってくれるまでここ動かない。嫌なもんは嫌。お前には才能がある。俺が負けたら一生お前の前に現れない。だから一回だけ勝負しろ。なんだコンバットシンクって。そんなことも知らないのか。プレイヤーがノードを育成できる機能だ。2年近くやってないからな。その間にこんなアップデートが来てたんだ。よく知らないでいられたな。おじさんのノードも知らないやつだ。こいつは最近追加されたんだ。見た目が気に入って使ってるんだ。意外な趣味。準備はいいか。始めるぞ。このノードは初めて見たけど、スキル相性的には俺のノードが有利。それに俺が負けたら一生お前の前に現れない。勝てばもう絡まないって約束だからな。久々に本気出させてもらう。ありがとな少年。俺の勝ちだな。だが俺にゲームの才能はないって言っただろ。いや、俺の目に狂いはなかった。お前には才能がある。反射神経だ。格ゲーってのはワンフレーム約 0.017 秒を競う戦いだが、お前のはそれより早い0フレーム目で動いてるような感じだった。そんなプレイヤーはなかなかいない。でも俺はもうやめたんだ。ゲームなんてただの遊びなのに、格ゲーの強さで将来が決まるなんて、そんな社会も好きじゃん。お前がゲームをやめたのは変化しなくなったからだ。いつも通りやっていつも通り勝てる。そんなんで面白くなかっただろ。なのでここには俺が育てたノードが入ってる。こいつと一緒に戦うがいい。受け取れないよ。才能のあるやつにしか託せないんだ。今のお前に必要なのは変化することだ。まあ今回は俺が勝ったが、約束通りもう一度お前の前に現れるぞ。君が新しいマスター？へえ。
これどうやってステータス振ればいいんだ？まだその操作知らないの？マジでプルルが必要なタイプだこれ。やっぱゲームなんてやめてやる。よ本当に来たのかよ。何しに来たんだよ。お前に才能があるからだ。行くぞ。行くってどこに？決まってるだろう。修行だよ。それからというもの、謎のおじさん、そして彼の濃度、プルルとの修行の日々が始まった。EWC って知ってるか？それは知ってるよ。サウジアラビアでやってる世界大会だろ。この後予選がある。お前なら EWC に出られる。でも選手登録とか済ましてやる。は？さすがに地方の大会ですら負けて俺が世界大会なんて無理があるだろう。あの頃のお前とは違う。世界はレジェンドを求めてる。シンくんならレジェンドになれる。いよいよ EWC 予選も最終日。この後は決勝戦をお届けします。さあここまでの展開どうでしたか？やっぱり目立ったのはシンですよね。強豪をバッタバッタなぎ倒して気づけばここまで来ちゃいましたから。本人の反射神経ももちろんすごいんですが、今大会用にカスタムインストールされたプルルの濃度性能がそれをさらに押し上げているように思えますね。プルルがいなくても勝てたとか思ってないよね。あれ？おーいシンくん、ここまでは楽勝だったな。あと1回勝てば EWC だ。相手は誰だ？どうした？2年前こいつに負けて俺はゲームをやめたんだ。あの頃の俺は何も知らなかった。自分が最強だと思ってた。今度は俺が最強になる。よう、久しぶり。シド。あの時なんでお前が負けたか知りたいか？俺は勝つために笑顔なんか捨てたんだ。楽しんでゲームやってるだけじゃうまくならない。お前の濃度笑ってるだけだな。そんなの捨てろ。勝つ。ゲームは遊びじゃない。楽しんでゲームやってるやつに俺は負けない。じゃ対戦よろしくね。よいしょ。排除開始。さあ EWC への最後の切符をかけた決勝戦、シンとプルル対シノトリット、いってみましょう。データリンクスタンバイ、レディーノードアクション。シドの得意技中段キック、一旦ガードだ。下段。
プレイヤー動作傾向補正完了。指導中段スカシからの下段を差し込み、さらにワンゲージコンボでスターを奪った。シンも指導の癖を読んだんですけどね、そこをさらに逆手に取られてしまった。読まれてる。負けるわけない。お前の濃度笑ってるだけだな。そんなん捨てろ。負けるわけない。負けるわけない。負けるわけない。シンくん、プリル、笑ってるだけじゃないよ。シンくんが楽しそうな時にしか笑えないんだよ。プルル、シンとプルル、かなり苦しい体勢。このまま押し切られるのか。しかもディットは戦いの最中にどんどん相手の動きに適応していく対応型ですからね。ここからさらに厳しくなっていくことでしょう。行くぞプルル。もう終わるか。これは大きい。指導のガードを崩した。反応精度誤差上昇。何が起きている。まるで別人のような動き。プルル、スターを奪い返す。一気にシンクロ率が上がったぞ。これで読み合いの主導権がひっくり返ったでしょう。じゃあこっちも切るしかない。指導、ここで切り札のバリアブルブレイクを発動。1分間通常技の硬直がほぼゼロ。自由に技をつなげることができる。防御力は大幅に落ちますが、超攻撃特化の構えですね。完全に決めに来ている。ガード不能、検出、動作予測、的中。これが指導の真骨頂。冷酷無慈悲で無駄のないプレースタイル。連携安定。勝利まで一直線。崩壊まで残り1ヒット。プルルの体力残り1ノット。楽しいですか。この瞬間まで敗北を感情で塗りつぶしても結果は変わりません。データ収束完了。あなたに残された選択肢は一つもありません。ステージ走り、もう逃げ場はない。最後ぐらい派手にやってやるか。きたー。指導の必殺技。ディットの多段キックで試合を決めにかかる。再計算不要。反応遅延ゼロ。プルル、ガード全てジャストガード。相手が動く前にもう反応している。シンとプルルのシンクロ率、反射神経の限界を超えていますよ。まさかの前段防御成功。そんな勝ったのはシン、そしてプルル。信じられない大逆転となった。指導とディットには1フレームの隙もありませんでした。まさにその0フレーム目にプルルが必殺技をねじ込んだ。フレームゼロを掴んだ者が勝つ。それが新時代の格闘ゲーム。 EWC のラスト1枠を掴んだのはシン。プルル、まだ笑ってる。すっごく。楽しかった。チクショー。
ただいま。おかえり。 EWC に向けて練習できてる？うん。火力を上げるための連携をもう少し詰めた方がいいかな。楽しんでやれてるよ。梅原、そのプルルの根幹部分の設計にあの伝説的プレイヤー梅原大吾氏が携わっている可能性があることが関係者の証言で明らかになった。公式には明言されていないものの参考とされた動作データ、思考パターンの中に梅原氏の過去の試合ログが使用されたことも確認されており、単なるオマージュではなく構造的継承と言っても過言ではないだろう。ゲームとはいえやっぱりその真剣にやって仕事でやってっていう日々を送ってるとやっぱりその飽きちゃうんですよね。本来ゲームって楽しいことのはずなんだけどやっぱりずっとやってると飽きちゃうんで、どうすればその飽きずにこう継続して努力ができるかなって考えた時に変化するっていうことだったんですよね。で変化していれば人からはそれ成長に見えなかったとしても自分の中でのやっぱりいろんな視点が見つかるんで、それは成長と捉えていいだろうということでそうやってずっと取り組んでますね。今のお前に必要なのは変化することだ。It's the enemy, would you run and hide or stand and fight? Pay to the piper, who don't wanna blame me all under fire. Stay up through the night, cause if you sleep sound you might sleep too tired. Can't take fight from the fighter, can't take war from the warrior, can't take soul from the soldier, but they trade all that to beat him. And when it's all done, but they want more. When we settle the score, hide from the truth, none escape.